生田の撮影所はなんとなくこう控え室の様子とかそうですね、セットの様子とかっていうのは部分的には覚えてるんですけど、僕よりは大人だったからご記憶はあるでしょ？いや僕もやっぱりその記憶力が悪いせいか、こうだったよねって言われない限り、ああそうだったねっていう、まあ撮影所の大体ね、所長室がどこにあってスタジオがどこにあって控え室がどこにあってっていうのは、あとアフレコルームですか。あれアフレコルームで僕セットでアフレコをしてたような記憶があったんで、そうじゃないんだ。アフレコルームは一応あったんですか？そうですね、アフレコルームっていうのはセットあったでしょ、ね、大きな建物あって、そこへ入る入り口のところがアフレコルームだったと思いますね。それがやっぱ僕の記憶の中でセットだったって思ったんですけど、アフレコルームはあったんだ。ありましたね。そういうのってやっぱりおそらく余計な音を拾っちゃったりなんかするっていうようなあれじゃなかったのかな。いや僕の記憶が間違ってる可能性もありますよ。僕もセットだったって思い込んでて、でもセットだとしたら映写機の音をどう処理してたんだろうななんて思ってたんですけど、アフレコだったっていうのは覚えがあって、そうですね、ただそれがアフレコ多かったですね。全編アフレコだったのか、要するに現場で全く音を取ってなかったのか、少しは回してたのかっていうところはね、記憶曖昧なんですよ。現場では若干回してた。じゃあ少しは取ってたんです。そうですそうです。つまり音声さんも現場にはいるのはいたんですかね。そうですね、はい。現場で音取られると確実にね、台本読んでなくちゃできないわけで、そういう時はちょっとドギマギしましたね、私は。アフレコの方がね、口パクやってればね、なんか喋ったふりしてればアフレコで帳尻は合わせられるわけで、これこすい、大人のあれなんですけどね。時代的にはちょうどシンクロと両方並行して混在してた時代であったと思うんですよね、記憶的には。とにかくアマゾンはなんか下が土のところで、冬はガンガン入れてアフレコしてたっていうのはすごく記憶にあるんですよ。はっきり言って僕は粗末だっていうね、こういう感覚はものすごく強かったんですけどね。でも当時は局のものと撮影所でやるものと両方ありまして、その局でスタジオの中でマルチで撮るドラマはまあ局の中ですからあれですけど、それ以外フィルムで撮る撮影所で、フィルムで撮る作品というのはどこもあんな感じ。そうですか。ですね。60年代に作られた映画のセット、映画の撮影所っていうのは状況は同じようなものでしたね。ここが一番日本一粗末なねスタジオなのかなっていうようなイメージはあったんですよ。そんなこともなかったんですね。撮影所と言われるところはどこもそうですか、似たような状況だったし、そういうのがそういうところが当時は多かったですから。暖房はあっても冷房っていう感覚もちろんないですし、でアマゾンは特にね冬を中心、冬を挟んでましたよね。なんか寒かった記憶がそうです、ほとんど寒い時期に撮ってますよね。でもガンガンに木炭入れて暖を取るっていうのは当時は普通でしたし、結構長らく撮影所ではいつまでもそんな感じでしたよね。